ねえねえマリサ。なんだレイム。エディ・バンヘイレンって知ってる？ああ、ギターの革新者であり、バンヘイレンというバンドの中心人物のことだな。それでは、今日はエディ・バンヘイレンについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。エディ・バンヘイレンの幼少期について教えてくれる？エディ・バンヘイレンは1955年にオランダのアムステルダムで生まれたんだ。父親はオランダ空軍に勤務するオランダ人ジャズピアニスト、クラリネット奏者、サックス奏者で、母親はインドネシア出身のインド人だった。家族は音楽的なバックグラウンドを持っていたんだな。そうなのね、音楽的な環境が彼の才能を育んだのかしら？間違いないぜ。エディは幼い頃からピアノを習っていたんだが、楽譜は読めなかったんだ。それでも、バッハやモーツァルトを耳で覚えて即興で弾けるほどの才能があったんだ。すごいわね、それでピアニストになりたかったの？親はクラシックのピアニストにしたかったみたいだけど、エディ自身はロックに心を奪われたんだ。ビートルズやデイブ・クラーク5に影響されて、ロックの世界に引き込まれていったんだぜ。ロックに夢中になるなんて、彼の自由で情熱的な一面が現れているわね。ああ、最初はドラムをやってたんだが、兄貴のアレックスがサーファリスのワイプアウトのドラムソロを演奏しているのを聞いて、エディはドラムをやめてギターを始めたんだよな。その転換が彼の運命を変えたのね。そうだな、ギターに夢中になって、毎日何時間も練習してたらしいぜ。エディはギターを背負って家の中を歩き回るほどだったって話だ。その努力が彼の天才を支えたのね。それに、エディとアレックスは他の少年たちと一緒にバンドを結成したんだ。ザ・ブロークンコームズって名前で、学校の昼休みに演奏してたんだぜ。その時からもうプロの道を意識してたのかしら？そうだな。エディはその時4年生だったんだが、あの演奏が自分の人生の方向性を決めるきっかけになったって言ってるぜ。すごい、幼い頃からミュージシャンとしての道を歩んでいたのね。さらに、彼はクリームのI'm So Gladに感銘を受けたんだ。それを聞いた時、エリック・クラプトンのソロをすべて音符ごとに覚えたって話だぜ。クラプトンの影響をそんなに受けていたのね。ああ、エディはいつもクラプトンが最大の影響を与えたって言ってたんだが、実際にはジミー・ペイジの自由なスタイルに近いとも感じてたみたいだぜ。クラプトンとペイジ、どちらもギターの巨匠だものね。彼にとっては素晴らしいお手本だったのね。そうだな。そして、1962年に家族でアメリカに移住してからも、音楽に対する情熱は衰えなかったんだ。パサデナに住んで、エディはギターの腕を磨き続けたんだ。それでアメリカンドリームを掴んだのね。その通りだぜ。エディは2015年にスミソニアンのイベントで、自分の家族が50ドルとピアノだけを持ってアメリカに来たこと。そして今どこにいるかを振り返って、これがアメリカンドリームだって語ったんだよ。その言葉には、彼の成功への感謝と誇りが詰まっているのね。エディの幼少期から音楽に対する情熱は、まさに彼の成功の基礎となったんだぜ。エディ・バンヘイレンの幼少期から見ても、彼がいかに特別な存在だったのかがわかるわね。ああ、その才能と努力が彼をロック界の伝説に押し上げたんだぜ。バンヘイレンというバンドはどうやって始まったの？1972年にエディ・バンヘイレンと兄のアレックスがバンド、マンモスを結成したんだ。2年後、デイビッド・リーロスが加わって、バンド名をバンヘイレンに変更した。そこからロサンゼルスの音楽シーンで名を挙げていったんだぜ。バンド名を変えるなんて大きな転機だったのね。ああ、バンド名が変わってから彼らの活動はどんどん広がっていったんだ。ウィスキーやゴーゴーみたいな有名なクラブで演奏するようになって、UFO の前座を務めるまでになったんだぜ。それで、キッスのジーン・シモンズが彼らを発見したんでしょ？そうだぜ、ジーンは彼らのパフォーマンスに感銘を受けて、すぐにデモを録音するように誘ったんだ。それが、ランニング・ウィズ・ザ・デビルなんだぜ。すごいわね。でも、ジーンが彼らと契約できなかったって話もあるのよね。そうだ。
キッスのマネージャーが反対して、ジーンは最終的にバンヘイレンと手を切ることになったんだ。その後、ワーナーレコードが彼らと契約したんだぜ。ジーンはその後もエディと良い関係を保っていたの？ああ、エディが一時期キッスに加入するなんて噂もあったんだけど、実際にはエディはキーボードに興味があって、キッスの曲、クリーチャーズ・オブ・ザ・ナイトに感動したらしいぜ。エディの多彩さが光るわね。彼のバンドはどれくらい成功したの？ 1978 年に出したデビューアルバム、バンヘイレンは、ビルボードで19位にランクインして、ロック界で大成功を収めたんだ。ヘビーメタルやハードロックのアルバムとしても高く評価されているんだぜ。それで、1980年代にはロック界のトップバンドになったんでしょ？そうだ。特に1984年にリリースされたアルバム、1984が大ヒットして、リードシングルのジャンプが初のポップヒットになったんだ。グラミー賞にもノミネートされたんだぜ。ジャンプは彼らの代表曲よね。エディがキーボードに興味を持っていたことがここで活かされたのね。その通りだぜ。彼らの音楽スタイルは多様で、それが彼らの成功を支えた一因だな。他にはどんな成功を収めたの？1992年にはアルバム、フォー・アンローフル・カーナル・ナレッジでグラミー賞を受賞したんだぜ。さらに、アメリカでのアルバム販売数は5600万枚以上、全世界では1億枚を超えているんだ。すごいわね。バンヘイレンはまさに伝説的なバンドなのね。ああ、2007年にはロックの殿堂入りも果たして、今やロック史に残るバンドだぜ。エディのギター演奏も高く評価されているわよね。その通りだぜ。エディのギタープレイは、特に彼のタッピング技法が革新的で、他のギタリストにも大きな影響を与えたんだ。バンヘイレンの成功の裏には、エディの才能とバンド全員の努力が詰まっているのね。ああ、彼らはロックの歴史を作ったバンドだと言っても過言じゃないぜ。エディ・バンヘイレンは、バンド以外にも色々な活動をしていたの？ああ、彼は映画のサウンドトラック制作にも携わっていたし、他の有名なミュージシャンたちともコラボしていたんだ。例えば、キッスのジーン・シモンズやクイーンのブライアン・メイ、そしてマイケル・ジャクソンとも一緒に仕事をしていたんだぜ。マイケル・ジャクソンとも？それはどんな風に？エディが、ビート・イットのギターソロを担当したんだ。彼の演奏が入ったことで、曲が一層引き立ったんだよ。そんな大物たちと共演できるなんて、エディはすごいわね。そうだな。ビート・イットのギターソロは彼の即興だったんだけど、マイケルはそれを大絶賛したんだ。エディが曲を少しアレンジしたんだけど、マイケルはその情熱をとても喜んでいたんだぜ。彼の即興力もさすがね。エディは報酬を受け取ったの？いや、実はエディはそのギターソロに対して報酬を断ったんだよ。彼はただ音楽を楽しみ、良いものを作りたいという思いだけでやっていたんだな。それだけ音楽に情熱を持っていたのね。そうだな、エディは他にも多くのアーティストとコラボしていて、トトのスティーブ・ルカサーや LL クール J とも一緒に仕事をしていたんだ。彼の音楽の幅広さがよくわかるだろ？エディって本当に多彩なアーティストだったのね。まさにその通りだぜ。エディは単にロックギタリストとしてだけじゃなく、ポップや映画音楽、多ジャンルのアーティストとも幅広く活動していたんだ。そんなに多くのジャンルで活躍していたなんて、彼の音楽の幅広さがよくわかるわ。ああ、1982年にはフランク・シナトラの LA is My Lady のミュージックビデオにも出演していたし、テレビドラマや映画にも顔を出していたんだ。それだけ音楽の他でも活躍していたのね。そうだな、彼の妻バレリー・バーティネッリが出演していたカフェアメリカンやコメディドラマ、ツー&アハーフメンにもカメオ出演していたんだぜ。エディの活動範囲って本当に広いのね。ああ、エディは自分の才能を活かして、様々な形で音楽とエンターテインメントの世界に関わっていたんだ。それが彼の魅力の一つだな。エディ・バンヘイレンはバンドだけでなく、他のプロジェクトでも多大な影響を与えたのね。そうだぜ。彼はロックだけでなく、ポップや映画、他のジャンルでもその存在感を示していたんだよ。エディ・バンヘイレンってどんなギターを使っていたの？エ
エディは本当にたくさんのギターを使っていたけど、特に自作のギターが有名なんだぜ。彼が一番よく知られているのは、フランケンストラトというギターで、これは彼が自分で部品を集めて作ったんだ。自分でギターを作るなんてすごいわね。ああ、それにエディは改造も得意だった。例えば、ギブソンレスポールを購入した時、エリック・クラプトンの音に近づけるために、ピックアップをハムバッキングに交換したり、他のギターにも色々手を加えていたんだ。彼のギター改造って、どれくらいの頻度でやっていたの？かなり頻繁だったぜ。フランケンストラトも、何度もネックやピックアップを交換して何度も塗装を変えた。最初は白地に黒いストライプだったけど、後に赤に塗り替えられたんだ。そのフランケンストラトが一番有名なの？そうだな。だけど他にも、ザ・シャークとか、バンブルビーといったニックネームがついたギターも有名だぜ。どれもエディが改造したギターなんだ。ザ・シャークってどんなギター？もともとはアイバニーズ・デストロイヤーだったんだけど、エディがボディにチェーンソーで切り込みを入れて、V 字の形にしたんだ。この形がシャークのように見えたから、ザ・シャークと呼ばれるようになったんだぜ。そんなに大胆な改造をして、ギターの音はどうだったの？残念ながら、音色は、あまり満足のいくものではなかったみたいだ。だから、その状態で演奏したのは短い間だけだったんだな。それでもエディは、そのギターを大事にしていたの？ああ、生涯にわたって、ザ・シャークを手元に置いていたんだ。ウィメン&チルドレンファーストのアルバムカバーでも、そのギターを持ってポーズをとっているんだぜ。彼のギターへのこだわりが伝わってくるわね。そうだな。それにエディは常に新しい音を追求していたんだ。1982年にはクレーマーと共同でバレッタモデルを発表したり、PB やフェンダーともギターやアンプの開発に携わっていたんだ。ギターだけじゃなくてアンプにもこだわりがあったのね。ああ、PB と一緒に開発した5150シリーズのアンプは、彼の象徴的なサウンドの一部になったんだぜ。ギターとアンプの両方にこだわりを持っていたエディは、まさに音作りの天才だ。そういうこだわりが、彼の音楽を支えていたのね。ああ、彼の、ブラウンサウンドと呼ばれる独特の音色もその成果だ。ちなみに、この、ブラウンサウンドって表現は、もともと彼の兄、アレックスのスネアドラムの音を表現したものらしいんだぜ。エディ・バンヘイレンは、ギターとアンプの両方に対するこだわりで、自分の音楽を完璧に作り上げていたのね。その通りだぜ。彼は常に新しい音を追求し、ギターの改造や機材の開発を続けていた。それが彼の音楽の革新性を支えていたんだ。エディ・バンヘイレンのギタースタイルってどういう特徴があるの？エディのギタースタイルといえば、やっぱりタッピングだな。この奏法はギターのネックを両手で弾くテクニックなんだけど、エディがこれを普及させたんだぜ。タッピングってエディが発明したの？いや、実際には発明者は別にいて、ジェネシスのスティーブ・ハケットがその技術を使ってたって言われてるんだ。だけど、エディがこの技術をロック界に広めたんだ。エディがそれを有名にしたのね。そうだぜ。彼の1978年のインストゥルメンタルソロ、イラプションは特に有名で、ギターソロ100選でも第2位に選ばれている。あのソロは本当に衝撃的だったんだ。それでタッピングが広まったのね。でも、どこからそのアイデアを得たの？エディ自身が言ってたんだけど、レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジのソロ演奏を見た時に、ブリングオフのアイデアを思いついたらしいんだ。それを自分なりに発展させてタッピングを完成させたんだな。やっぱりロックの影響が強いのね。ああ、ジミー・ペイジ以外にも彼が影響を受けたギタリストは多いけど、エディはその技術をさらに進化させたんだ。特許まで取って、ギターをピアノみたいに平らにして演奏できる装置も発明していたんだぜ。ギターをピアノみたいに演奏？すごい発想ね。そうなんだ。彼はギターをもっと自由に、もっとクリエイティブに扱おうとしていたんだ。それが彼の革新的なスタイルを生み出したんだよ。それにしても、エディはギターの常識を超えていたわね。まさにその通りだぜ。彼は技術だけじゃなくて、その発想力や工夫がロック界に革命をもたらしたんだ。エデ
ディ・バンヘイレンのギタースタイルは、ただのテクニックだけじゃなくて、彼の革新性が生んだものなのね。ああ、彼はギターを使って新しい世界を作り出したんだ。エディの影響はこれからも長く続くだろうな。エディ・バンヘイレンのバンドやソロ活動のディスコグラフィーについて教えてくれる？もちろんだぜ。まずはバンヘイレンとしてのアルバムだ。1978年にリリースされたデビューアルバム、バンヘイレンから始まり、続く、バンヘイレン2。そして、ウーマン&チルドレンファーストや、1984など、多くの名作があるんだ。それぞれのアルバムでどんな特徴があったの？バンヘイレンは、彼らの象徴的なサウンドが詰まっているし、1984ではエディがキーボードを取り入れたことで、ポップな要素が加わったんだ。5150はサミー・ヘイガーがボーカルを務めた最初のアルバムで、彼らのサウンドが少し変わった感じがするな。なるほど。その他のアルバムではフォー・アンローフル・カーナル・ノレッジやバランスも注目だ。後期の作品では、1998年にリリースされたバンヘイレン3や2012年のアディファレント・カインド・オブ・トゥルースがあるぜ。ソロ活動やゲスト出演も多いの？ああ、エディは、ワイルドライフや、ツイスターといった映画のサウンドトラックも手掛けたし、マイケル・ジャクソンのスリラーやブライアン・メイとの共演もあるんだ。それに、LL クール J ともコラボしているんだぜ。エディの音楽キャリアって、本当に幅広いのね。そうだな。彼の音楽はロックだけじゃなく、様々なジャンルでその影響力を発揮しているんだ。エディ・バンヘイレンの私生活について教えてくれる？もちろんだぜ。エディは1981年に女優のバレリー・バーティネッピと結婚し、1991年には息子のウルフギャングが生まれたんだ。でも、2005年には離婚してしまって、2009年に再婚したんだ。再婚相手は誰だったの？ジャニー・リシェフスキーという女優で、当時、バンヘイレンの広報を担当していたんだ。結婚式には息子のウルフギャングや元妻のバレリーも出席していたんだぜ。離婚しても関係は良好だったのね。そうだな、エディは息子との絆がとても強かったんだ。実際、ウルフギャングがいなければ、清潔でシラフでいられなかったと話していたほどだ。それほど大事な存在だったのね。ああ、エディにとって家族はいつも支えだったんだ。エディの私生活は、彼の音楽人生にも深く関わっていたのね。その通りだぜ。家族との関係が彼の人生に大きな影響を与えたんだ。エディ・バンヘイレンは病気とも戦っていたの？そうなんだ。エディはアルコール依存症や薬物中毒に苦しんでいたんだ。12歳で飲酒を始め、長い間その影響を受け続けた。リハビリを経て2008年以降はシラフだったけど、それまでの道のりは辛かったんだぜ。他にも病気があったの？ああ、1990年代には慢性無血管性壊死と診断されて股関節置換手術を受けたし、2000年には舌がんも経験している。彼の舌の一部を切除する手術も受けたんだ。それでも音楽活動を続けたのはすごいわね。そうだな。彼は病気や手術の影響を受けながらも、常に音楽を作り続けたんだ。そして晩年には咽頭がんと戦い、2020年に65歳で亡くなったんだよ。その闘病生活はかなり長かったのね。ああ、家族や音楽仲間に囲まれながら、彼は最後の瞬間を迎えたんだ。エディは病気に苦しみながらも、音楽に対する情熱を持ち続けたのね。その通りだぜ。彼の精神力と音楽への愛が、最後まで彼を支えたんだ。彼の音楽とその生き様は、これからも多くの人に影響を与え続けるんだろうね。間違いないぜ。エディ・バンヘイレンは永遠にロック界の伝説だな。エディ・バンヘイレンが残した遺産ってどんなものがあるの？エディはただ音楽を作るだけじゃなく、若い世代にも影響を与えたんだ。2017年には自分のギターコレクションから75本を低所得の学校の生徒に寄付したり、いろんなイベントで彼の業績が称えられているんだぜ。それだけでなく、いろんなミュージシャンたちも彼を称えているのよね。ああ、ビルボードミュージックアワードでも、いろんなアーティストが彼の功績にトリビュートを捧げたんだ。
彼の息子ウルフギャングも父親の意思を引き継いで、バンドの未来について語ったんだぜ。エディなしのバンヘイレンはもう見られないのね。そうだ。ウルフギャングも、エディなしのバンヘイレンはありえないって言ってたよ。だけど、彼の音楽はこれからも多くの人に影響を与え続けるはずだ。エディの影響力はこれからもずっと続くのね。その通りだぜ。レッドホットチリペッパーズも、エディに敬意を表して曲を作ったりしているし、彼の遺産はまだまだ生きているんだ。エディ・バンヘイレンの音楽と影響は、これからも受け継がれていくのね。ああ、彼が築いたものはずっと続くだろうな。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。